どうも、今回こんなものを手に入れてみました。これがですね、ミルウォーキーの M12 フューエル 10mm ベルトサンダーになります。これようやく手に入れることができました。これがですね、ネット上だと長らく売り切れ状態でなかなか在庫が復活しなかったんですよ。ただ最近になってようやく在庫が復活し始めたっぽくて、これようやく手に入れることができました。これちょっとめちゃくちゃ楽しみだったんですよ。これちょっと早速中身開けてみたいと思います。オープン。いでよ。おー、きたー。よいしょ。おお、きたー。この M12 バッテリー、要は 12V 仕様のバッテリーがあるんですけど、これを装着して使える小型のベルトサンダーになります。めちゃくちゃコンパクト。今まで小型のベルトサンダーといえばエアコンプレッサーからホースでつないで使うものが多かったと思うんですけど、これはこんなにちっちゃいバッテリーで作動させてあげることができるっていう小型のベルトサンダーになります。コンプレッサーがいらないっていうのはもう革命ですね。よいしょ。ここがつまみになってまして、これを起こしてあげるとヘッドの角度を自由に調整できるようになってます。またここを閉めるとヘッドが固定されると。これがですね、こうロック解除するじゃないですか。なんと360度回転するんですよ。これも完璧ですよね。削る時にこの状況に合った角度にこう固定して作業ができると。でもってここがトリガーなんだけど、ここに安全装置ついてまして、これを上に上げてこのトリガーを握れば、おお、こんな感じで回転してくれると。で離せば止まるっていう感じですね。回転めちゃくちゃ速い。これがですね、これ同じくミルウォーキーの小型のインパクトレンチです。これもこの M12 バッテリーで動かせるものなんですけど、これがですね、こんなにちっちゃいのに300ニュートン以上のパワーがあるんですよ。なのでこれ自動車のタイヤとか余裕で変えてあげることができます。それぐらいのパワーを秘めてる小型かつパワーが強いこれインパクトレンチでめちゃくちゃ愛用してます。何が言いたいかというと、こんな小型のバッテリーなのにこの性能が申し分ないと。ポテンシャルがすごいんですよね。いや、なのでこっちも相当期待できます。ちょっとこれまだベルトつけてないんで、ベルトをこれつけてみますか。これ中身は替えのベルトですね。これが2本ついてきました。であとは細くて長い六角レンチが付属してきました。まずはこれ急に動いちゃうと危ないんでバッテリーを外します。でもってこれを緩めるとここがパカッと開きますね。こうロックになってるっぽくて、このアームを押してあげるとカチッとロックされるって書いてあります。ちょっと押してみます。こういうことですかね。カチッとロックされました。ここを押すとリリースされると。これいいかも。でこうしておいて、ここに回転方向のマークがありまして、このベルトのこの内側の回転方向の矢印に合わせてここにこう引っ掛けて、こっち側も引っ掛けて、あとはこのボタンを押せばでこう閉めてあげると。あとはこういうことですね。これでこれ超いいじゃん。さっきのこの小さい六角レンチ、これはですね、ここに挿してこのアームが振動する時とかに調整する、そういった時に使うそうです。あとはですね、ここにもさらにちっちゃい六角の穴があって、この辺りを緩めたり締めてあげることでこのベルトの偏り、ここを直すことができるっていう、そういったこともできるそうです。この点は工具使わずに調整できたらよかったんだけど、そういった偏りを直すっていうこともできるそうです。でトリガーを押すとここの LED がこう点灯したりとか、でこっち側来まして、ここでいろいろ操作できるんですけど、といってもボタン1個なのでめちゃくちゃシンプルなんだけど、ボタンを1回押すごとにこのモード1と2が切り替わると。この1の方がですね、ゆっくりモードといいますか。で2番はこの高回転モードみたいな、そういった感じです。で高回転モードであってもですね、ここの握り、これを
この握り具合でも回転の速度をコントロールできるのいいですね。この1のモード、こっちでもある程度コントロールできます。でもってですね、この1と2のモードの下、ここに F と R ってあるんですけど、ここがですね、モードボタン長押しで切り替えられるんですけど、これまさかの回転方向を変えられる、そういったモードになります。今 F のモードなんだけど、こう前側に回転します。これがですね、長押しすることによって、こっち側、後ろ側にこう回転するモードになると、これ簡単にこう切り替えられるの、これ完璧っすね。でもってさらにここに丸いボタンがありまして、これがですね、このトリガーを握った後にこれを押してあげると、こんな感じで回転をオート化できると。これいいですね。でまた握り直すと止まると。もうこれ至れり尽くせりだな。今まではですね、このマキタの 18V 仕様の小型ベルトサンダー、これをよく使ってたんですけど、はるかに小さいです。これも最初はすごいコンパクトだなと思ってたんですけど、それを上回るコンパクトさですね。何よりも軽い、めちゃめちゃ軽いです。自分がよく使ってるのはこの 6A のバッテリー、これ挿して使ってたんだけど、これ 2084g、2キロ近くあったと。ただこっちはですね、1050g、もう1キロぐらい軽いんですよ。1キロって相当でかいですからね。こっち 12V 仕様で、なおかつこの 3A のバッテリーつけてるっていうのはあるんだけど、なおかつここにこうハンドルがついてたりだとか、ちょっとこれハンドル取ってみますか。ハンドル取って、6A じゃなくて、この 18V シリーズでは一番容量の少なくて、軽いこの 1.5A のやつ、これをつけたとしても、それでも 1636g と、この一番軽い仕様にしたとしても 500g ぐらい違うんですよね。全長も相当短いです、こっちの方が。実質削る作業をできるのってここだけなんで、こっちあんまり使わないんですよね。こっちの方が奥にあるものとか届くかもしれないんですけど、自分の場合はそんなところ削ることはあんまりないんで、これぐらいコンパクトでいいんですよね。で、こういったロック機構もこっちにもついてると。こっちはですね、ここにダイヤルがあって1から5まで数字があるんだけど、こんな感じでスピード調節ができると。ただこっちでやったようにこの握りで調節するっていうのができないんですよ。軽く握ってもフルスピードになっちゃうと。無段階変速ができないんですよね。こっちはモードが2つ、この回転モードは2つしかないんだけど、握りで調節できるっていうのはいいですね。あとはこの逆回転がついてると。こっちは逆回転ができないんですよ。この辺加味すると、こっちの方が使いやすそうかなっていうふうには思いますね。はい、ではこれで早速いろいろ削ってみたいと思います。モードはですね、この2の最速モードの方、こっちでやってみます。こういった角パイプですね。これのここちょっと削ってみます。おお見えますかね。普通に穴開いちゃいました。ちょっと1にして。これ細かいところを削ってあげるのもいいですね。でもってこれ回転方向を逆にするやつ。操作すごいしやすいです。
はい、こんな感じで加工してあげるのめっちゃ楽です。マキタのフルパワーのやつと比べても遜色ないぐらい。すごい削りやすいです。あとミルウォーキーのこの M12 バッテリーにはですね、こういったパワーブーストバッテリーなるものがありまして、これがですね、この機械の性能をさらに引き出してくれる、そういったバッテリーです。これつけると変わるのかな、ちょっとやってみます。なんかパワーが強くなったような気もします。あとはですね、このマキタの 18V の小型ベルトサンダー、これ一番使ってたのがこの同じくマキタのこの草刈り機なんですけど、この草刈り機用のこのシュレッダーブレード、自分が草刈りする中で一番使ってるブレードがこれなんですけど、結構これが石とかに当たると刃がどんどんこぼれてっちゃうんですよ。それをこれでよくこう研いであげてたと。それをこのミルウォーキーの方で研いでみたいと思います。こんな感じで分かりますかね。ここが丸まっちゃってるんですよね。こっちもです。地面の石とかに当たるとこの刃がどんどんこぼれてって丸くなってっちゃうんですよ。早い。はい、てな感じで、どちらも研いであげることができました。これで結構切れ味増したんじゃないでしょうか。トリガーの握り具合でこの回転数変えられるの、これめっちゃ便利です。こういうラウンドしてるこの細かいところを繊細に削ってあげるみたいな時にこの操作はすごいやりやすいです。あとはですね、これめちゃくちゃ便利。こっち側に削ってあげたい時はこの F モード、これでこう削れば下にこう火花が出てるの分かりますかね。こんな感じで削れて、こっち側これを同じ回転でやっちゃうとこの尖ったところにベルトが当たってベルトがどんどん切れてっちゃうんですけど、そういう場合はこの R これやってあげれば向こう側に火花が飛んでるのが分かると思うんですけど、この体勢のままこの回転の方向を変えられるのが本当に良かったです。これ慣れてくると片手でこう操作できます。バッテリーに関しては今インジケーター4つのうち今3だったんだけど今2になりました。これM12 バッテリーの特徴としてちょっとほっとくとこのインジケーターが回復するっていうのがあります。こうバッテリーが粘り強いっていう、そういった特徴があります。でもってこれに関しては結構鋭くなったんで、わさび田のすごい草がボーボーになってるエリア、しかも枝みたいなのが密集してるところがあるんで、そこでちょっとこれ使ってみたいと思います。でこの現場に行くにもここでこう折りたたんでコンパクトにこう持ち運べるんで、普通に道具箱の中に入れて現場でこれを研ぐっていうことも全然できちゃいますね。これ次から草刈り持っていこうと思います。でこれがですねナイロンコードの草刈りアタッチメントなんですけど、ここにナイロンを切るカッターがついてるんですけど、これがちょっと丸くなってきたんでこれ研いでみたいと思います。こんな感じで外れるのでちょっと置いとくとインジケーターが回復するんですよ。でもってですね、これ Amazon であらかじめちょっと注文しといたんですけど、こういったベルトサンダー用の替えベルト、これ幅が 10mm× 長さが 330mm だったかな。
比較的安く手に入りました。でいろんな粗さのやつがついてきたんだけど、とりあえずこの一番キメが細かいやつ、これで研いでみますか。バッテリー外して、ここ開けてカチッと押して、これ交換がプリにかけて、ここをカチッと。いやこれは楽すぎる。はい、こんなもんでどうでしょうかね。これすごいことになりました。こういったナイロンコードが切れればいいんで、そこまでの切れ味は求めないんですけど、これぐらい切れればこのナイロンコードもスパッといけるんじゃないでしょうか。今はこの刃を取り外して研いであげたんだけど、現場行った時はですね、いちいちこう刃を取り外さなくてもここにつけたまま研いであげるっていう方法もあるかと思います。何しろ簡単すぎるんで、こんな感じでですね研いであげたりとか、そういう風に使ってあげようと思います。替えのベルトもこれだけあればかなり長持ちするんじゃないかなと思います。状況に応じてこの粗さ使い分けていこうと思います。はい、ということでこれ使っていろいろ削ってみました。最終的にはですね、まだバッテリー 12V の 3A なんだけど、4分の2まだ残ってます。結構削ってあげたんですけど、まだまだバッテリー残ってます。これ 3A なんで、こういった 6A とかパワーブースト版 5A バッテリーとか結構容量の多いこういうバッテリーもあるんで、こういうものを使ってあげればもっと長く作業してあげることができると思います。
ということでこれ使ってみて良かったポイントとここかなと思ったポイントそれぞれ上げていきたいと思います。良かったポイント、まずはこのコンパクトさ、これ素晴らしい。取り回しもいいし、なおかつこの重量も軽いんですごい作業しやすかったです。ヘッドもこれ短いんですけど、正直このマキタのやつよりもめちゃくちゃ使いやすかったです。これぐらい長さ違うんだけど、自分の場合は今やったみたいにシュレッダーブレード研いだりとか、いろんなものを研いだりするのに使うんで、これで十分ですね。あとはここが360度ぐりぐり回転して自分に合った角度で作業できるっていうのも良かったです。ちょっとこれ比べちゃう形になるんですけど、どんどんいっていきたいと思います。スピードの切り替えもこのボタン一つでできるのがいいですね。でなおかつこのトリガーの握りで無段階変速にできるっていうのも良かったです。こっちはですね、その無段階変速ができないんですよね。ちょっと押してもうフル回転しちゃうみたいな、そういうところでこの握りで調節できることによって、この削る時浅く削ったり深く削ったりっていうのをいちいちここで切り替えなくてもある程度ここで完結しちゃうっていうのが良かったです。あとはこのベルトの交換、これがすごい楽なのがいいですね。スポット入れて今みたいにワンタッチでカチッと装着してあげることができるっていうのがこれも良かったですね。このオートトリガー化できるっていうのもこれいいですね。今回あんま使わなかったんだけど、長いこと削ってあげるっていう時はこれ使ってあげれば作業を効率化すると思います。でもってこれ一番このベルトサンダーで良かったのがここの回転を変えられるっていうところですね。なんか持ってたりしてちょっとすぐ切り替えたいっていう時も片手で慣れてくると結構できるようになってきます。こっちは一方向にしか回転しないんだけど、回転切り替えられることで、例えば削っててでこっち側を削りたいっていう時に回って今までやってたのを削った後に回転逆にしてその場で動かずに削れたりとか、そういう場面もあったりするんで、これ本当に使いやすいです。あとはこの LED も見やすいですね。これ多分トゥルービューのライト、ミルウォーキーのライトってめちゃくちゃ見やすいライトが搭載されているモデルが多いんだけど、これも多分トゥルービューのライトがついてると思います。夜間とか暗闇でも削ってあげる作業ができます。いやそんなところですかね。でもって使ってみてここかなと思ったポイント、いや本当に今回もこれ見つけるのが至難の業なんですけど、自分意地悪なのでもうひねり出して出したいと思います。このベルトを削ってるとたまに偏ってくるんですよ。このマキタのやつはここにつまみがあって、この偏りをここである程度調節してあげることができるんですよ、簡単に。ただこっちはですね、六角レンチとここのプラスのドライバー使って工具ちょっと使わないとこの偏りを直せないっていうところです。このコンパクトさを追求するためにここがそういう風にシンプルになったのかちょっと分かんないですけど、この点はこっちにもこういうつまみで偏りを直すってやつちょっと欲しかったなっていう風にちょっと思っちゃいましたね。ただ今回使ってて偏りがまだ出たことがないんで、偏ったりしたらこの辺で調節していきたいと思います。はい、回転させながら回転数を変えられないっていうのはあります。ただそういう使い方あんましないんで、そこはデメリットではないかな。この変速したい場合は一度トリガー離して止めてから切り替えてあげるっていう必要があるっていうところですかね。あとは何だろうな。あとはこの長さなんですけど、自分はこれコンパクトでこっちの方が使いやすいなって思ったんだけど、人によってはやっぱ長い方がいいよっていう人いると思うんですけど、これ、本国アメリカの方はですね、確か長さが2種類ぐらいあって、こっちは短いモデルなんですよ。で長いモデルもあると。奥まったところを削ってあげたいっていう人はそういう長いやつをチョイスしたいところなんですけど、今のところその長い方は日本ではまだ展開してないっぽいんですよね。なので人によってはこの長いものがちょっと欲しいなって思う人はいるかもしれないです。そんなところですかね。今回主に金属をいろいろ削ってみたんですけど、こっちと同じぐらいの感覚で削ってあげることができました。パワーも申し分なかったと。こういった小型のベルトサンダーって広い範囲をバーって削るっていうよりは細かい範囲をちょこちょこ削るっていう風に使うんで、もうパワーもこれぐらいあれば十分なんですよね。変な話、この 18V も必要ないと。なおかつこのミルウォーキーの 12V シリーズって、チェーンソーとかこういったもので、さっきちょっと見せたインパクトもそうなんですけど、こんな小型なのにめちゃくちゃパワー強いんですよ。これものによっては他社の 18V シリーズのパワー超えちゃってる工具とかもあったりするんで、
本当にこれ頼もしいです。これから山を結構開拓していかないといけないんで、さっきみたいなシュレッダーブレード研いだりとか、そういった時にこれ現場でもうこうささっと研いであげることができるんで、これからそういうシチュエーションちょっと増えてくると思うんで、またその様子撮影した時があったらオンエアしたいと思います。はい、ということで今回はミルウォーキーの M12 フューエル小型ベルトサンダーの紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。